こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は JLPT30 日前にやってはいけないこと3つ、これについてお話しします。はい、そろそろ JLPT テストが近づいてきました。はい、勉強してますか皆さん。でも正しくちゃんと勉強していますか？それが大事です。はい。あと30日ありますが、あと30日しかないです。はい。どうしましょう。それで、やってはいけないこと、たくさんあるんですが、その中でまず3つ、はい。やらないでくださいねということを紹介します。何だと思いますか皆さん。やってはいけないこと。合格する人はやらないです。はい。どうでしょう。皆さんがもしこの3つどれかやっていたらやめましょう。はい。気をつけてください。合格遠くなります。ね。はい。じゃあ、まず1つ目。これはこれです。どどん。新しい本をたくさん買うです。はい。本というのはもちろん JLPT の勉強のための本ですね。はい。あの本もいいな、あの本もいいなとね、本屋さんでも買えるし、オンラインでも買えますよね。いいじゃないですか。たくさんいろんな本で勉強した方がいいと思いますね。そうなんですけど、それも正しいんですが、もうあと30日しかない、30日しかないですね。うん。あと30日で新しい本たくさん買ってしまっても全部終わらないですね。ちょっと大変でしょう。全部例えば3冊買った。3つ本新しいの買ったけど全部半分までしか終わってません。それでテストします。はい。これはですね、良くないですよ。ちゃんと1冊全部終わりにしましょうね。次、どどん。SNS や YouTube で勉強の方法ばかり探す。はい、これです。これやってる人多いんじゃないですか？大丈夫ですか？ SNS とか YouTube で N に合格するやり方とか勉強の方法とか探してませんか？ね。気持ちはわかります。どうすれば、あ時間ないし、短い時間でできるようになりたいですよね。そりゃそうですよね。私もそれは思います。ただ、もうあと30日しかない、30日しかないですから、ね、方法ばっかり調べていないで勉強しましょう。はい。そう。合格する人はもう勉強してますよ、その時間。ね。はい。もう調べなくていいですよ。確かにいい方法はありますよ。だけど、そのやり方調べるのに時間使ってると、実際に勉強する時間が短くなってしまいますから、そう、もういいから勉強始めましょう。ね。そう。でもどうやってわかんないよ。どういう方法ってね。そうなんですよね。じゃあ3つ目。どどん。これもダメですよ。勉強の時間を長くするだけというのです。はい。JLPT、あと30日。30日で試験だ。テストだ。ね。毎日10分しか時間なかったけど、1ヶ月前からは毎日30分、いや、1時間勉強します。はい。いや素晴らしい。いいですよ。それはいいんですが、時間長くするのいいんですけど、でも大事なのはどうやって勉強してますか？それです。勉強の方法。やっぱりさっきの2番と同じ勉強の方法。
それ大事です。あなたの勉強のやり方、大丈夫ですか？それで合格できそうですか？これが大事なんですね。はい。そう。例えば問題をやって、あ、できた。はい。とか、あ、できなかった。はい。その後どうする？それです。そこ。その後どうしますかが大事です。はい。ただただ今問題をたくさんやっていればいいです。長い時間やればいいです。じゃないです。はい。なんであなたはその問題できましたかとか、なんでできませんでしたか？自分で分かってますか？説明できますか？はい。そこ。それ。そういうこと。それだけじゃないんですけどね。そう。勉強の後のところ。はい。そこどうやってやりますかっていうのがすごく大事です。はい。だからさっきの2番勉強の方法を探してるんですってね。そうだよね。確かにね。でももうあと1ヶ月しかないですから、もう探すのはちょっと遅いかもしれない。あと SNS にその答えってあると思います？本当に。そんないいこと教えてくれますかね？ YouTube とか SNS で一番いい方法ですとかね。それ時々私はこの方法で合格しましたっていうね紹介とかありますけど、それね、その人には良かった。でもあなたにもいいかどうかはわからないですよ。うん。だからまあその人には良かったので、それはその人には本当にいいことでいいんですけど、でもそうかと思ってそういう人をいっぱい探す。でその人たちを真似する、同じようにするっていうの、それを探すのに時間は使わないでほしいです。うん。それはもう本当にもう今からやるのはちょっと遅い。うん。ですので、はい。あなたに合った勉強の方法でちゃんとやらないと合格できませんよ。そう。そしてそれはもうあと30日しかないです。はい。ね。そしてあなたは仕事をしている、学校に行ってるとか、いろいろ忙しいですね。大変ですね。だから私がクラスでその方法とか、はい、やり方ですね。やり方とこういう本で勉強した方がいいですよとかをアドバイスしています。はい。それが今皆さん見ているこちらです。これは読解のクラスですね。これはライブの授業で、はい、私と話しながらクラスの人と一緒に勉強ができます。はい、私に直接質問ができますね。で、こっちはそのライブの授業をビデオでレコーディングしたものです。はい、こちらは授業に来られない人、ぜひビデオで見て勉強してください。どちらでも同じ勉強ができますので、ビデオだからあんまり良くないと思わないでくださいね。そう、忙しい人、時間ない人はぜひビデオの方に来てください。読解ね。やっぱり読解一番難しいですねと言われています。読解ができないんです。いや、読解の練習がしたいんです。でも何の本使えばいいの、どうやってやればいいの、わからないとかね。はい。読解の合格の方法知りたい。SNS で調べたけどよくわからない。はい。ダメですよ、そんな SNS を信じては。はい。ね、そう。本当のことはやっぱりちゃんとした先生に教えてもらいましょう。ね。私教えますので安心してクラスに来てください。で、ライブのクラスとビデオのクラスありますので、ぜひね、お待ちしてます。では、このクラスについては、私のオンラインレッスンというホームページから見てください。リンクは今日のビデオの下のところ、ディスクリプション、説明のところに書いてあります。あとはコメントのところにも書いてありますので、それをクリックしてクラスね、どんなクラスですかというのを見てください。皆さん早く、もう30日しかないですよ。ね。
しっかり正しい方法で残りの時間勉強しましょう。そして合格しましょう。一緒に頑張りましょう。待ってますよ。今日はJLPT N1、N2 の人、どちらも、これから JLPT N1 受ける人も N2 受ける人も、どちらも一緒に聞いて大丈夫です。一緒に聞く話です。でもたくさんの方もメッセージありがとうございます。聞こえますね。よかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ話をね、進めますね。読解についてちょっと今日はお話をしますね。これ N1 受ける人もここに書いてありますが、N2 受ける人もどちらも関係がある。どちらもそう関係がある。答えはほとんど同じというか、はいです。何々が大切と私書きました。何が大切だと思いますか？大切なこと、JLPT の読解問題、リーディング問題をするときに大切なことです。はい。これはここの私の答えはテストをするときに大切なことです。テストの時です。自分で勉強するときじゃなくてテストの時大事なことです。はい。ここの意味はですね、合格する方法ですから、そうだからちょっとそういう意味です。テストの時に何が大事かといったら、これ答えは一つじゃないはずです。いろいろあるはずです。はい。ですが、私はちょっと今回は一つ考えました。これが一つ答えかなと思って、はい、皆さんにお話ししたいと思います。すごいたくさんいろんな方がチャットをくださっています。ありがとうございます。皆さん聞こえていますね。よかったです。そう、ライブだとね、怖いんですね。声が聞こえないとね、悲しいですからね。そう、ありがとうございます、皆さん。よく聞こえます。よかった。でも答えを考えてる人がいる。なるほど。間違いを探すことが大切。なるほど。そうか、そうか。それもそうですよね。うんうん。間違い探すこと大事なんですが、これね、私が考えている一つ大切なことは、みんながテストをするとき、多分どのテストをするときも大事なことです。はっきり言って JLPT だけじゃないです。だけど JLPT の時はいや本当にこれは大事だなぁと私は思います。私がこのテストする時も同じです。これをすごく気をつけます。はい、今ね皆さんいろいろチャットで考えている。そうそう、で私が今思っている答えは例えば一つこれです。はい、何々が大切、何が大切か。答えは何々何々か。いきます。答えはですねこれです。はい、テストの時ですよ。テストの時間の時、これ大事。これです。はい、どうぞ。これです。何を何分でするか。これとても大切です。はい。これどういう意味？ね、何が何分ってね。はい。読解の問題。今、読解の話してますよ。JLPT の読解、N1 も N2 も、もちろん N3、N4 もですけど、読解の問題っていろんな問題ありますよね。N2 は問題の種類が5個あります。N1 は問題の種類が6あります。6です。で、じゃあ、この1番は何分でしたらいいですか？ 2 番の問題は何分でしたらいいですか？ 3 番は4番は5分は。これが大事です。はい。テストの時間って決まってますよね。そう。ちょっとこれ話します。これを何も考えていないと、この問題、1番の問題は、例えば、N1 も N2 も一番最初の読解の問題は短い問題ですね。短文というのです。短い文ですね。あれ何分でします？皆さん考えてますか？予定ありますか？計画してますか？それを考えてないと、そうなんです。こうなります。私読むのが遅いんです。っ
テストしました。先生、この前テストしたんです。でも私読むのが遅いんです。だから私テストの時全部読み終わらないんです。どうすればいいですか？すごくこれを私に聞く人が多いです。はい。もうこれは前からです。学生さんよくみんな言います。先生、全部読み終わらないですよ。あんなにたくさんあるんですよ。どうして読解できるんですか？それです。合格できないです。よく言います、みんな。でも、これは、教える私から見ると、読むのが遅い、読むのが遅いから合格できない、それは違います。と思っています、私は。はい。読むの遅い人、多分ね、みんな勉強中ですから、そんなにね、早くは読めないと思います。読むの遅い。でも、じゃあどうすればいい？どうすれば合格する？それは、例えば答え一つこれです。全部読まなくて OK です。そう。読解問題全部読まなくていいんです。読まなくていいんですか？そうなんですか？でも全部読まないと答えが出せないですよね。合格できないですよね。先生、嘘を言っている。いやいや、そんなことない。大丈夫。全部読まなくて大丈夫なんです。全部読まなくても点数、スコアは取れます。はい。取れるんです。で、例えば一つの答え、全部読まなくてもいいんだ。全部読まなくても答え出せる？どういう意味？これについて答えが今私2つあります。まず1つ目の答え、これです。さあ、ここで何かいきます。この答えはこれです。読解というのはこれです。いつも。はい。自分で読みますか？読解だから。そう。答えが書いてあるところは決まっています。読解問題の何々の答えは何ですか？答え書いてあるところはもう決まってるんです。だいたいこの問題の答えはここに書いてあります。決まってるんです。もういつもパターンです。この時は、この問題の時はここにあるんですね。この問題の時はここです。はい。だからこれどこに書いてあるか知っていると答え出すのがとても早くなります。そう。だから全部読まなくていいんです。はい。そして大事なことは、確かに全部読まないと全部 100% のテスト100点でした、全部できました、できないです。だけど JLPT は100点取らなければいけないテストじゃないですね。100% できないと合格しませんじゃないですね。一つ間違えたらあなたは合格じゃないですじゃないですよね。だからいいんです。できないところがあってもいいんです。そう。でも大事なことは、答えがどこに書いてあるか決まってるんですから、それを知っていれば早く出せますね、答え。そう。これ大事です。はい。でもちろん教える私は知っています。この問題の時はここに書いてあるんですよ。ね、はい。だから私のクラスの学生の皆さんにはそれは話してます。もちろん教えてます。そうそうそう。で、もう一つの方法ですね。だけどちょっと見せましょう。これが例えば N2、まず N2 からいきます。後で N1 いきますよ。N2 は、これですね、JLPT の文字語彙だから語彙ですね。語彙とここ語彙と文法と読解、これ全部の問題何が出ますかというのが書いてあるものです。これはJLPT のオフィシャルホームページからコピーしたものです。はい。で、もう私のビデオでよく話してる、例えば語彙の N2 だったら問題のパターンは6あります。いつも言いますね。6で私は6の問題とか5の問題とかよくしますよね。そう。
で、文法もあるし、文法も私ビデオ作ってますね。文法の問題は問題の種類3つ。で、読解は問題の種類が5つありますよね。そうそう。で、N1 は、ちょっともう時間ね、長くなるから、読解だけ言うと、読解は5パターンあります。そう。そうそうそう。ね。で、全部 N1 だったら、これ全部の時間を110分でしなければいけないし、N2 の時は、これ全部の問題を105分でしなければいけないですよね。そう。だけど、これ全部100%できなければいけないじゃないですよね。皆さん大丈夫ですね。知ってますね。読解で、読解のセクションだったら、ここで19点取ればいいんですよね。19点というのは、だいたい 32% です。そう。N1 の時もそう。ここ、読解で19点取ればいいです。32%。まず一番下の点数です。一番悪くても19点取れば合格します。はい。だけど、もちろん、全部で、それぞれそうですよ、19点ね。これ、読解、ごめんなさい。文字語彙と文法読解、あと聴解がありますね、最後にね。聴解で全部合わせて N1 だったら全部で100点ですよね。100点必要だし、N2 だったら全部で聴解も入れて90点必要ですよね。そう。だけど、一番低くてね、一番ちょっとあんまりできない場合、でも、読解は19点できれば合格です。それは 32% です。読解の中で 32% できればいいんです。だから、読解問題、難しいなって思っても、この問題全部の中で 32% できればいいんです。それだけ。正しい答えが 32% 選ぶことができる。そしたら OK です。そう。ということは、やっぱり全部しなくてもいいんです。全部読まなくてもいいんです、読解は。うん。でも、心配ですってね。やっぱり読まないとって思いますよね。そうそうそう。それも気持ちもよくわかります。はい。で、なんだけど、一つ大事なことは、答え書いてあるところ決まってるから、これどこに書いてあるか。それは私は今は言えないです。読解クラスの人にしか教えられないんですけど、問題も今見せられないですしね。そう。で、もう一個あります。これの、全部読まなくて OK な方法。はい。どうすれば、ポイント、スコア取れるか。それはもう一個は、はい。何でしょうか。これ皆さんが答えるのはとても難しいと思うので、私が答えを言うと、これ。はい。ちょっと待ってください。はい。全部読まなくてもいいですと。じゃあどうやってやればいいんですか。それは、例えば一つの方法は、皆さんはね、テストの時、何々何々まずします。で、次、何々何々をする。それを読みましょう。で、私、読解クラスの人によく話してます。はい。なんだろうね。ここに入る答えは、やっぱり一つじゃないんですね。いくつか答えあります。これだけじゃない。私が今から言う答え一つじゃないんですね。だけど、そしてごめんなさい。今私はこの答えをちょっと言えないんですね。そういうわけにはいかない。一つの方法ですっごく大切な方法だから。合格するための大事な方法だから。はい。なので、なんだろうって自分でもよく考えてみましょう。読解、例えば N2 だったら5個ありますね。5パターン。じゃあ、どれを例えば自分で試験の時、はい、どうぞ試験始めました。どうぞしてくださいって。この問題ばって紙で渡されて105分です。だいたい2時間にならないけど、でも120分、そうか。でも大体2時間くらいですよね。もう1本の映画を見るぐらいの時間、皆さんはテストをするんです。本当に疲れますね。そう。だから、そう、疲れるから前の日はよく寝るんですよ。あまり
勉強しない方がいいですよ。1日前は寝てテストに行く。その方がいいです。本当に大変だから。体が疲れるから、試験はね。じゃあ、よく考えておいた方がいいです。皆さん。テストの時、どこから自分は問題をするか。はい。どの問題からするか。一つ言えることは、絶対に、ちょっとカーソルが、どこ行ったかな。絶対に上からしなくてもいいんじゃないですかと私は思ってます。そう。読解もそうですね。読解も上からしなくてもいいんじゃないですかと私は思ってます。はい。だけどそれは人によっても違うし、違う順番でするとマークするときに間違えるということもあります。危険です。危ないです。確かに1番から問題をしていけば、1番だったらもう1番でマークしていけば、マークシートあんまり間違えないと思いますが、ちょっと違うところからね、問題をすると、マーク間違えてしまうかもしれないですよね。だからそういう危ない危険性と言います。危険なこともあるから、絶対これがとは言わないんですが、私の読解クラスの人には私は強く勧めてます。これからした方がいいです。はい。そう。やっぱりあります、それ。私だったらこれからするっていうのがありますので、そう。だから、私は今話さないけど、自分でもよく考えた方がいいです。それは本当に、一個、もう一つテストをどうやって合格させるかというテクニックですから、よく考えておいた方がいいですよ。本当の試験も今までとあまり大きく変わらないはずです。こういう風に出ます。で、これは皆さん、JLPT のホームページで見られますから、どういう問題出ますっていうのね。はい。この問題を何分でしようというのもよく考えておいた方がいいです。はい。N1 ももちろん同じです。全部話は同じです。この問題を何分で終わりにしよう。はい。だから試験の時は時計を持っていく。絶対に持っていきます。そうです。教室に時計があれば、こうやってして、よし、この問題は何分でやる、5分でするんだ。だから時計をこう見よう。ね。できるけど、もしかしたら前にね、とても体が大きい人がいるかもしれないし、見えないかもしれないですよね。よく見えない。それにいつもこうやって見てたら、試験のチェックの人とね、こう、目が合うかもしれないし、なんか、私悪いことしてないんで、ちょっとドキドキしちゃうかもしれないから、自分の時計持ってった方がいいです。ピピッピピって音しないやつね。アラーム鳴らないもの。アラーム鳴ると、あなたの時計ちょっとダメですって言われるかもしれないので、何も音しない。普通の時計。普通の時計を持ってってください。ね。そうそうそう。で、そうですね。そう。だから、読むのが遅いんですね。こうやってもう一回話に戻りますが、読むの遅くても大丈夫。読むのが遅くても大丈夫です。問題ないです。今、私が言った、この問題からしていけばいい。そして全部読まなくていいっていう、そのテクニックを使えば、全部読まなくても大丈夫なんです。それで全部読まない。そして読むのが遅くても答えはここに書いてあるというのが決まってるから。それで答え出せるんですよ。だから遅くてもいいし全部読まなくてもいいから、それでマークをすれば合格点は取れます。もちろん100点です。全部できましたね。間違いは一つもなかったですね。そうではないです。だけど合格することはできます。皆さん、そう。大丈夫です。そうそうそう。これが大事。100点取らないでください。19点。一番低くても19点取れば OK なんです。それでいいんです。そう。ね。だから、これはとてもよく学生さんに言います。そう。できないってすごく言う人、本当に多いから。そう。でもいらない。100点はいらないから。ね。はい。ということです。で、そう、ちょっと待ってくださいね。で、今話したようなこと、私の読解クラスでもう何回も何回も話してます。これはこうだからこ
こうしてくださいねと、よく話してます。はい。で、まだね、入れますよ、クラス。で、N1 クラスと N2 クラス2つあります。ぜひね、今話したこと、答え、やっぱわかんないなとか、どうすれば全部読まなくていいっていうのを知りたい人はぜひ入ってほしいですね。私説明してます。で、それも、ビデオのレッスンです。自分が時間がある時に見ればいいです。ビデオですから。で、何回も見られますしね。はい。そうですね。今入ってる人もやっぱりビデオでよかったって言ってます。皆さん仕事してたり学校行ってたり忙しいので、自分が忙しくない時にちょっと見られるからいいですって言ってくれてます。はい。で、このビデオは例えば ごめんなさい。ですね。どっちかな、そう。N2 の人は例えば問題5パターンあるから5ですね。一つずつ、この問題の時はこうやってやるんですよ。この問題は答えはどこに書いてあるんですよ。とか話してます。全部一つずつこれしてます。で、ビデオももちろんあるし、問題の PDF もあります。だから本当は自分で問題の PDF で自分で問題して、で語彙リストもあります。私作った語彙リスト、言葉の意味書いてある。で、この語彙は N2 なんですよ。この語彙は実は N1 の語彙だから覚えなくていいとかいろいろ書いてあるんですね。で、それを一回自分で勉強してからビデオを見るのが一番いいんですけど、もうそろそろね、時間もね、テストまで時間がなくなってきてるから、どうしても時間ない人はもう初めからビデオを見てしまっていいと思います。そしたら、もう私ビデオの中で、もう一つずつ説明してます。文の説明。まず一つの問題について、これはこういう意味ですね。話してます。で、答えは、これはここに書いてありますよね。これはここには書いてないですよね。反対にね、この問題はこっちには書いてないですよね。いつも書いてないです。決まってるから。パターンがあるから。そういうことも話しますので、もう最初にビデオ見てしまってもいいと思います。で、読解、そっか、どうやってすればいいか。そのテクニックを最初にビデオで勉強して、で、最後というか、その後、もう一回自分で読解の、PDF で問題見て、語彙リスト見て、語彙も覚えるでもいいと思います。やり方は自由です、皆さん。で、N2 だったら、そう、5パターンあるし、N1 だったら6パターンですね。N2 は6です。N2 は長文が1つ増えます。N2 の時は5、N2 の時は5だったんだけど、N1 はここですね。これで長文1つしかないんですね。だけど N1 は長文が2つになりますね。長文ですね。そう。だからもちろんこれも1つずつ説明してます。この問題について、この問題について、この問題について、これについて、これについて、これについて。全部やっぱり答えの出し方があります。この問題の時は、例えばですけど、これとかね、長文だったら、この長文の一番の答えっていうのは、ここに書いてあるんです。いつも。長文の2番の答えは、ここに書いてあるんです。いつも。例えばです。そういうのがもう決まってます。パターンです。いつもそう。はい。だから、それを知っていれば、時間がなくても、時間がなくなっちゃったら、もしね、本当の試験の時。そしたら、そっか、時間ない。全部読むことできないけど、この長文の、この答えは、あそこに書いてあるはず。だから、そこだけ読みます。それでいいんです。で、あとは読めなかった。ダメだ。でも、一つは読んだからマークした。OK です。そしたら、その読んだところは、多分、正しい答えマークできてますから、それでポイント取れますね。0点じゃないですね。そう。それでいいんです。100点取らなくていいからです。100% できないといけないテスト。100% 一つも間違えてはいけません。このテストは。じゃないです。だからです。そう。もちろんそれは読解だけじゃなくて、文法もそうですね。100% できなくていいし、文字語彙も 100% できなくていいし。全部一番低くて 32% できればいいんですよ。そう。ね。だから、それを皆さん、気をつけて
忘れないでほしいです。本当に。特に N1 受ける人とかね、N1 は本当にもう難しいから無理だと思いますね。思ってる人いるんですけど、そんなことはない。うん。大丈夫、大丈夫。できます。そうそうそう。ね。だから、で、そう、私で、あと何回か今、ちょっと違うこと言ったかも。読解で19点取ればいいし、文字語彙文法でですね、失礼しました。文字語彙文法で、ここで2つ合わせて、これで19点取ればいい。だから、ここ2つ合わせて32%できればいいんです。全体の、ここで32%できればいい。こことここ合わせて60点だから。N2 も同じです。ここの文字語彙と文法合わせて60点。全部できたら60点。だけど、全部できなくていい。全部できないで19点だけできればいいんです、ここは。そう。で、19点というのは32%です、ここのね。大体32%です。一番低くてですよ。そう。ね。だから、そこ気をつけてください。全部、ってね。これもわかんない、これもわかんない。ダメかもって思わない方がいいです。そうそうそう。大丈夫、大丈夫。ね。ですので、そういうふうにやってみてください。ということで、N1 も N2 も、テクニックは、同じです。ただ、N1 と N2 何が大きく違うか。それは N2 の方が語彙が多いんですね。文法3つで同じだけど、N1 は語彙が4つしかないんです。4パターンしかないんですね。4種類しかない。そう。で、文法は3つ。そして、それで読解は1つ増えてる。だから N1 はやっぱり読解が多いんです。問題が多い。うん。そう。だから皆さんね、N1 も N2 もですが、この110分、N1 だったら110分、N2 だったら105分、この時間をどうやって使うか、テストの前に自分でよく考えた方がいいですよ。時計を見てね。例えば1時から試験が始まる。午後の1時からだったら、午後の1時だから、1時10分までには何が終わる。そして1時20分までに何が終わる。1時30分までには何が終わる。自分で決めておく。今大体で言いましたが、そう。で、ごめんなさいね。私の読解クラスの人にはこれは細かく話してます。決めてください。ちゃんと。なぜかというと、私は読解クラスの人にはこれは何分ですよ。短文は問題が、4つかな。N2 は5つですね。失礼しました。短文5つ出るから、いつも5つ出てる。ちょっと変わる可能性ありますけどね。5つだったら、これは一番長くても何分で終わりにしなければいけないですよ。中文は3つ出るから何分で終わりですよ。これも何分、これも何分、これも何分ですよ。だから読解は全部で何分で終わりにしてくださいね。私とても言っています。話してます。はい。ですので、これはね、本当に大事です。はい。もう、時間があったら私できたんです。時間が短いから合格しませんでしたはダメなんです。それはできてません。残念ですが、それは合格じゃないんです。そう。だけど、100点取らなくていいんです。じゃあ、どうやってやればいい？ね。大事でしょう？それを考えておくこと大事でしょう？そう。ね。ですので、よく考えてみてください。皆さん、試験の前に。もう何の問題がいくつ何個出るかっていうのはもうほとんど決まっていて、ほとんど変わらないです、毎年。うん。実は何かの問題が出ないっていう時々あるんですけど、珍しいです。ほとんどね、これが JLPT がもうオフィシャルで発表している、これが出るんですよって言ってるから、その通り出るはずです。だから皆さんはテストの前に計画できる、考えられるんです。これは何分で。で、絶対に105分で終わりにしなきゃいけない。N1 は絶対に110分で終わりにしないといけない。N1100 もう逆にこっちもやっぱりだいたい2時間です。2時間皆さん日本語の問題するんです。今までずっと頑張ってきた勉強、この2時間に全部出さなければいけないんです。これ私が
100点この問題で取ってください。あなたは日本人ですから 100% できなければいけません。そして110分でしてくださいと言われたら、私ちょっとドキドキドキします。やっぱり考えます。どうしよう、どこの問題最初に初めからしようかな、どうしようかな考えます。そして私も自分で問題する時も時間をいつも測ってます。この問題は何分でできた、この読解は何分でできた、これはやっぱり難しかったな、時間がかかった、あるんです、そういうのがね。だから日本人で日本語が自分の国の言葉でも簡単ではないんです、読むの。そうだからだからこそもうちょっと読めばわかる、あと2分あれば読める、読んでしまうんですね、練習だと。でそれがいつもしていると本当の試験の時もそれをしてしまいます。そうするとどん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 時間がなくなります。そうなると一番悲しいのは、本当は読めば分かった簡単な問題が最後にあって、これ時間あったらできたのになって思う。だからもう分かんないけど、もう何でもいいからじゃあ3番にして、全部答え3番でマークして終わりにする。そして合格しませんでした。これが一番悲しいですね。これにならないように気をつけてください。自分は何を最初にするかよく考えてくださいね。時間はみんな同じです。みんな110分、N2 は105分で決まってますね。ですので、もしかしたら自分で考えるとき N2 で105分だけど、いや100分で終わるようにしよう、あとの5分は最後答えチェックしよう、もう一回っていう風に予定を立ててもいいですよね。もしできたらそれでもいいし、105分でもしっかりどうするって、ね、考えてもいいし、それは自分の自由です。やってみてください。はい。ただ私の読解クラスの人には、読解については特にこれは何分ですよ、これ以上はダメ、やりすぎ言ってます。はい。今は言えないです。はい。それね、ぜひね、知りたいなって人はね、クラスに来てください。そう。だから何が大事、何を何分でするかが大事です。これ、はっきり言って読解だけじゃないですよね。文字語彙もそう。文法の問題もそう。何分ぐらいでこの10個の問題終わりにすればいいかっていうのは考えた方がいいです。で、自分で家でタイマーで測った方がいいですよ、本当に。キッチンタイマーありますよね。私も今キッチンタイマーあるんですけど、これピッピッピッってね測ることできるんですよ。使ってます。使ってます。私が問題する時も、自分で問題する時もだし、例えば他のね英語の勉強とかドイツ語の勉強とかで問題する時も測るようにしてます。そうそう。だからもうまだこんな少ししか問題してないのに、もう時間終わっちゃったって、私は大体いつもそうです。どうしよう、時間がない。私本当にいつもそう。だから学生の皆さんの気持ちすごくわかります。時間がないんです。そうですよね。考えたいしね。そうそう。ただ試験の時間はもう時間との戦いです。短い時間でできるか、正しい答えをしっかりその短い時間で選べるかっていうのが、本当にあなたは日本語できますね、残念ですができませんね、これがもうチェックすることになるんですね。それがテストです。そうだから練習する時も自分で気をつけるといいです。時間何分、私はこの問題何分で終わった、気をつけてください。本当にゆっくりやらない。この語彙わかんないから携帯電話でちょっと調べよう、やっちゃダメなんです。私よく言いますよね。今問題は答えすぐ出すんですよ、ね、携帯で止めて、このビデオ一回止めて YouTube 止めて携帯で語彙の意味調べてから文法問題します、ね、気持ちはわかる。そうしたいですよね。だけどしない方がいいです。答えはまず一回出す。で一回それで終わりにする。でそれから調べるにしましょう。だいたい今1分時間使ったとか、今2分経ったとか分かるようになります。だんだんそうやって時間気をつけてると。そうだから
ね、何を何分ですればいいかっていうのをよく考えてみてくださいね。絶対にできる問題が入ってます。全部の問題難しいわけじゃないです。読解もそうだし、他の問題もそう。そう。で、特に読解はそう。全部の問題、これ全部の問題が、もう私は泣きたい。日本語の勉強やめたいって思うくらい難しくはないんです。大丈夫です。N1 にレベルいってる人だったら読める問題が絶対にあります。だけど、それをいつしますか？それが大事です。よく考えて。ね。ください。で、それ何分はごめんなさいね、クラスで話してます。ですので、よかったらクラスに入ってみる。ね、来てみてください。はい。で、どうやって入ればいいですか？これはじゃあ、この下を見ましょう。この、そう、ディスクリプション。この今、皆さん見てくださってるビデオの下のとこに、N2 クラスリーディングクラスって書いたかな、読解クラスって書いたね、多分ね。そこのとこあります。読解クラスはそこから入る。N1 は N1 クラスの読解クラスのところをクリックする。で、そこから入れます。そう。で、入ってみてください。で、さっきも言った通り、その N2 だったら5つの問題、1つずつ練習できます。みんなどうやってやればいいかがみんな違うんです。みんなこれは答えここに書いてある。この問題はここに答え書いてある。決まってるから。それ一つずつ私話してます。N1 だったら6個の問題してます。ね。見てみてください。先にビデオから見てしまえば、全然まだまだ時間大丈夫だと思います。大体一つのビデオ、大体ですけど、45分ぐらいから長いと1時間ぐらいまでのビデオになります。だいたいみんな50分くらいですねになってます。はい。私ね、説明長いですからね。そうやっぱり長文とかね説明したらまあ大変ですね。でもそれでも1時間くらいだったと思います。この意味はこれですよ、もちろん話の意味ももちろん説明するし、長文だったら長文の答えはここにいつも書いてあるんですよっていうのを言ってます。だからそれ一つもうパターン決まってるから、そのパターン知っていれば別の問題した時も同じパターンです。答えは同じように出せます。だからその後自分で練習できますよね。そうということです。はい。ですので、ぜひね、まだね来てない方はぜひやってみてください。来てみてください。もうね、実はもうすごいたくさんクラスにもいらっしゃってるんですけどね、まだまだね YouTube 今見てくださってるみんなが来てるわけではないので、ぜひね、みんなにやっぱり合格してもらいたい。そのために私はクラス作ってますから、はい、来てもらえたらいいなと思います。はい。ということで、語彙リストもあるからね、語彙の勉強にももちろんなります。はい。ということで、じゃあ今日はこれで終わりにしようと思います。そうですね、皆さん、今チャットを見ています。はい。モハマドさんが、先生、大事なことを教えてくれてありがとうございます。いえいえ。でも本当に大事です。何の問題を最初にするのかっていうのは、皆さんぜひ考えてみてくださいね。はい。で、クラスに入る。で、申し込みした時に、申し込みしたら終わりじゃなくて、メールが届きますから、自分の、Gmail で申し込みするんですね。Gmail をよく見てください。Gmail に私からとかメール来ますので、それを見てどうすればいいか書いてあります。ね、見てください。で、クレジットカードで申し込みが、お金払うのはクレジットカード。で、銀行から払うことはできないです。クレジットカードだけです。はい。で、お金はもちろん1回払えば終わりです。ね。お願いします。ということで、じゃあ、それでやってみましょうね、皆さんね。もう試験ね、本当の試験、もう近いから、大変だと思いますが、もう泣きたいっていう試験じゃないんです、JLP っていう。100点取らなくていいから。試験によってはね、80% できないと合格しません。あります、そういう試験。大変ですよね。20% しか間違えることできないんです。これは
そんなことない。だって、N2 は全部で90点取ればいいし、90点って全部の半分です。50% 取ればいいし、N1 は全部できたら180点だけど、100点取ればいいんですよ。100点。そう。だから別に全部できないとダメじゃないでしょ。そう。なので、本当の試験の時も、やっていて、ダメだった。この問題難しい。きっと次の問題も難しい。私はできないんだ。また来年頑張ろうって思わない方がいいです。次の問題はできるかもしれないから。これはわかんない。これはわかんないから捨てよう。それでいいんです。どんどん次に行ってください。それよりも時間をちゃんと決めておくことが大事。大事。ね。です。はい。ということで、皆さんやってみてください。これは私も学生の時、自分がいっぱい失敗した。ね、って思って失敗したからこそ、皆さんにとても強く、厳しく、この話をしています。で、ぜひね、せっかく試験というチャンスがあります。大事です。試験は嫌だけど、一つチャンスです。ね、皆さんが新しい世界に行けるチャンスですから、もし合格しなくても、今頑張ってる。それはすごく大切なことです。ね。だから、まずは諦めない。まずやめない。まずは勉強を止めない。それ大事。まずテストの時まで走り続ける。風邪をひかないように。そう。ね、本当にそうです。ね。体が元気じゃなくて、勉強できなかった。そしてテストの日来た。でちょっと頭も痛い。あんまり体の調子良くない。で、テストやっぱりできなかった。悲しいですね。1ヶ月前の方が元気だったのに。やっぱり元気な方が本当にいいです。試験の時間長いからね。皆さん忘れないで。試験の時間は N2 は105分です。本当に長い。私の今日のビデオよりもっともっと長いです。ね。そして、N2 はだってあれですよ。105分した後、その後懲戒何分ですか？懲戒50分ですよ。長いですね。全部で155分。うわ3時間ぐらいですね。泣きますね、もうね。私だったらね。眠くなるね。そう。N1 もっと長いですよ。ね。文字語彙終わった。全部やった。読解終わった。それで110分でしょ？もうこれだいたい2時間ですよね。映画見終わりましたよね。1本映画終わった。その後、もう懲戒今度は何分？ N2 の時は50分。N1 は60分です。60。長い。また一つ何かドラマが見れますよね。ね、アニメでもね、アニメ2つぐらい見れますよね。もう嫌ですね。私は絶対に嫌です、そんな試験。はい。そう。まあ私もね、長い試験で本当に6時間ぐらいの試験とか受けたことありますけど、本当に疲れます。もうテストが難しいだけじゃなくて、もちろん体ですよね、もう今までで一番グーって集中、この答えはってしてますから、うわ今まで使ったことない頭使ってますけど、それを6時間試験とかした後はもう、はぁですよね。もう誰とも話したくないね。もう、帰りの電車、もうわからないみたいな。もう、はぁって感じです。そう、だから、やっぱり前の日、1日前よく寝ること大事だなって思いました。私その時やっぱりあんまりよく寝てなかったんですよね。だからやっぱり良くない、それは。だから皆さん本当に試験の前の日はよく寝てくださいね。もういいから、前の日はもういいから。ちょっとリラックスね。で、試験になる前までですね、今はまだ頑張る。今週はまだ頑張るです。ね。頑張ってください。そう。まだ今週も私、ビデオも作っていきますので、まだね、最後の最後までまだ頑張りましょう。そう、頑張るけど、1日前は、ちょっと早く寝る。いつもよりちょっと早く寝て、っていうのがいいと思います。ね。やってみてください。ね。じゃあ、クラスね、ぜひね、まだの人、ぜひ来てみてください。そして本当に申し込んだら、メール届くから、自分のメールアドレス、よく見てください。それ見ないと、どうすればいいかわかんなくなります。ね。お願いします。そして、これちょっと、
関係ないというか、ちょっとプラスの話なんですが、JLPT もそうなんですけど、N1、N1 のレベルよりもうちょっと上のレベルのビデオもこれから作っていこうと思っています。N1 より上だから N0 ですね。0。N0。すごいでしょ。そう。国で、特に日本人と一緒に仕事してる人は、例えば電話でよく日本人の人と話しますとかね、メールを書かなければいけないんですとか、会社で会議で日本語で話さなければいけないんです、プレゼンテーションを日本語でしなければいけないんですという人は N1 よりもうちょっと上のレベル必要です。実は厳しいこと言うと N1 よりもっともっと上です。もう本当 N0 ですね。そのくらいの日本語はビジネスではもう必要になります。日本でいい仕事をしたい場合は特にです。はい。簡単な仕事ではなくて、日本で本当にいい会社で日本人と日本語を使って仕事をする場合は、かなりレベル高い日本語必要なので、N0 になりますね。それは、まだ YouTube では教えていないんですね。で、ちょっと今考えてます。その N0 のレベルについて、ビデオを作っていこうとも思っているし、クラスをまず作ろうかなとも思っています。はい。で、N0 の勉強だとしても、N0 は十分 N1 にも、N1 の読解とかにはもう出てきてますので、そのぐらいやっぱり N1 の読解難しいです。だから、N0 のビデオ、私がこれから作ったら、ぜひ N1 撮りたい人とかね、ぜひ見てほしいです。はい。かなり難しいです。なんだろう先生、どこの世界かなって。N1 ここだけ、N0 って何ですかってね。見えない見えない。何日本語話してますか本当にってね。って思うかもしれないけど、日本人はそういう日本語を実際に使っています。はい。そして私は皆さんにこう YouTube で話す時、クラスのこの読解クラスもそうだし、学生さんと話す時は簡単な分かりやすい日本語、そして、ゆっくり話すようにしています。日本人と話す時より少しゆっくりです、私。ですからまだね聞きやすいとは思うんですけど、N0 の場合でもそんなにもちろん早くは話さないんですが、どうしても語彙がね難しくなったり文法が難しくなったりはします。ですがとっても勉強になるはずですので、ぜひねちょっとそれ始めたらぜひぜひまた見てくださいね。はい。日本でいい会社で働きたい人、これからいい会社に就職したい人とかねです。はい。ビジネスの本当の日本語、本当に使う日本語を勉強したい人とかはぜひ見てほしいなと思ってます。そしてクラスも開こうと思ってますので、ぜひね、お待ちください。はい。ですが、それはそれで、ということで皆さんまずは、今日は読解の話でした。読解で、時間何分で何する、これ忘れないでくださいね。頑張ってくださいね。はい。じゃあ、今日はこれで終わりにします。私 Twitter もしてますが、今日はもういいです。Twitter は下のとこにディスクリプションに書いてあります。Twitter してますので、もしよかったら、フォローしてください。フォロワーさんが今とっても増えてます。新しいビデオ作りましたとか、新しいクラス開きますとか、連絡をしてます。はい。じゃあぜひね、皆さん頑張ってください。ぜひぜひ、まだ間に合います。ビデオ全部見終わりますので、時間あるはずですから、ぜひ、まだクラス入ってない方、来てください。今、チャットでもね、クラス入ってる方がもうチャットにも入ってきてくださってますけどね。ありがとうございます。ぜひ、クラスの人、私よく話すんですが、ズームとかで話すんですけど、入ってよかったですってね。というか、これ安いと思いますっていう風に言う人も結構多いです。先生、すごいいっぱい話してくれてるってね説明してくれてるってそうかっつって、よくわかるようになりましたってね、皆さんよく言ってくれます。このビデオ見て自分でも練習よくできるようになったっていう人多いので、よかったなと、やってよかったなと思ってます。はい。私も自信があるビデオですので、ね、ぜひ皆さんのぜひそれを使ってほしいなと思ってます。はい。